名調バージョン 3.2。 これはおもろいからやれ、これはうまいからやれ。神ゲー名調の膨大なコンテンツを忙しい皆さんの代わりにおおむね全部浴びたので、感想とともに推しコンテンツをご紹介します。今回はバージョン 3.2。 ゲーム内ゲーム外の順でご紹介します。まずはゲーム内、早速どうぞ。共鳴者、前半新規シグリカ復刻救援、後半復刻輪廻ザンニフィービ、そしてモチブキ。今回新規はシグリカちゃんのみでした。共和破壊システムにまみれたチームラハイロの中では際立ってシンプルな回しと効果を持つ彼女。後続に控えるキャラが強すぎるのもあって全世界の集音状況を集計する有志のサイト、ウワトラッカー上のガチャ回され度合い的にはリュークヘルセンクラスと苦戦していますが、そんなんどうでもよくなるぐらいめっちゃ強い。そして私はかなり好きです。スピーディーに回せるキャラの方が名調感あっておもれー。これまで稽古用陣頭レベル1片手に佇んでいたうちのレベル70の9円が喜んでシグリカにバフを巻き始めたので本当に良かったです。友達は多い方がいいよね。後半の復刻はフィービーだけ未所持でスルーでいいかなと思ってたんですが、後ほどご紹介する化け物コンテンツの登場によってガチャ欲がマグマのように湧いてます。その話も後ほど。超責任務シグリカ、こっちの感想動画もぜひご覧ください。天才から英雄への成長端的な本丸のストーリーラインについてはやや前半駆け足後半上長感を抱きましたが、名調に対してずっとあったらいいなだった過去キャラの再活躍とかキャラ間の多層的な絡みとかが最高で、予告配信から醸し出す休憩パッチ感をいい意味で裏切る素晴らしい超責任務でした。レインボーパチパチキャンディーで漂白者の声が変わるシーン、ひょうちゃんだと中の人つながりでパニグレのナナミというキャラクターに変わってるそうです。黒毛ファンサの塩梅がうまいと思ったら、先日放送されたラジオ曰くこれはひょうちゃん役の田中みな実さんご考案だそう。いろんなパターンの声変わりを収録して結果採用されたのが分かる人には分かるあれパターンだったそう。ファンサの塩梅がうまい。もう一つ視聴者コメントから抜粋、教員が本当に学生一人一人を大切にしてる感がすごい良かった。幕間任務で出てきた初手勲章マウント太眉毛おじさんも絶対悪いやつだろうと思ったら普通に学生思いのいい教師だったし、スタート落ち学園みたいな国境をまたいだ共同体ってリアルにあったらもっと利権争いで内紛してるんでしょうけど、実際今回ネオユニオンが学園長選びにも関わってることが判明したからごちゃごちゃあるんでしょうけど、でもルシラの個別クエであったロリンちゃんみたくただでさえ学生共鳴者って厳しい目に遭ってたり、あとはフラクトシデスという外圧もいる中で学園内が温かい雰囲気でいてくれるのは個人的には安心できて好きでした。幕間任務、東京大学の研究によると画面上にデカパイを表示したまま重要情報を読解させようとするとデカパイなしの時と比べて 98% 理解力が落ちるそうです。なので私は幕間任務よくわかりませんでした。デカパイやだ、リップクリームの方の通信機がいいミコオプションあーダーニャエッチすぎと思ったらフラクトシデスへの協力は本望ではない様子。これは光落ちするんでしょうか。もう何も覚えてないけど今回も満足度高かったわ。学園長からウェーブラインがようやく生活指導室でエッチな信頼関係を築く。何てかカットシーンでやれ。これを聞いた時のひょうちゃんのリアクションは名調最強演出込みで味わいたかったですね。道中は下半身で最後ちょっと不満でしたが、コメントで確かになって思ったのが、オーガスタで紙芝居やってた時の幕間任務と比べて最近の幕間任務レベル上がりすぎってやつ。ほんまそれ。どう見ても芦野原出身の日行が次どう活躍するのか、特に穂波あたりってまだ回収されてない伏線があったようにも思うので、そこ含めて次の展開が気になる幕間だったと思っています。デカパイ効率爆上げ学食保管計画。ドット絵ミニゲーム10分ほどでガチャ2回、美味しいのでサクッとやりましょう。何のこともないミニゲーム枠ですけど、私今回結構これ好きで、共鳴者とのちょっとした会話シーンが挟まれるんですよね。なので超責任務クリアした後の共鳴者の今の心境に触れられたりしますし、なんかこういうゲームやらなさそうなリュークヘルセンがわざわざこのゲームをプレイする理由付けなんかもしっかりなされていて、なんかめっちゃ丁寧な作りしてるなって思いました。上から降ってくる腐った肉まんみたいなのを皿の部分だけ回避して満足してスライドしたらキャラにも接触安定があって一生爆死してました。シグリカは好き嫌いのない良い子なので彼女のお皿は最大サイズだ。かわいい。リズムの波に乗って。中国の音楽ゲームミューズダッシュとのコラボで実現した音ゲーイベント、1時間強でガチャ5回、操作性が若干怪しいと聞いて尻込みしながらプレイしたんですが、確かにタイミングどこで合わせればいいかとか少し難しい部分はありましたけど、そんなバチバチにスコア詰めようとせずふわっと生成集めようぐらいのノリで手出した私としては普通に楽しめました。ただ、よし順調だぜ、この調子でフルコンボ決めよう。来たよ、カラフルに染め上げちゃおうか。染めんな。無敵が切れるタイミングが分かりにくい上に切れた瞬間に減速もするので、結局無敵中も気が抜けず目押しする羽目に。なんでさっきのお皿で食材集める方のミニゲームはボタン押さないと無敵発動しなくて、こっちはゲージ溜まると無敵強制発動なんだ。逆やろ。ただシグリカにチェンジして強制加速をギミックとみなしてからはむしろ開き直って楽しめましたし、 SSS も安定して取れるようになりました。ちょっと思ったのが、私は普通に全部楽しめたんですけど、どっちかっていうとミューズダッシュ側の BGM でプレイした方がより楽しめました。私はもちろん知らなかったんですけど、ミューズダッシュは音楽ゲームなので収録曲
そのものが音ゲー向きにチューニングされてる認識なんですが、一方で名調の BGM ってその時々のイベントシーンに没入させるべく映像と BGM をバッチバチに合わせた作りをしている気がする。てかそうしてるって実際に聞いたので、 BGM 単独で音ゲーのスキームでグルーヴ感味わうものとしてはやや不向きというか、その代わりその BGM に対応するシーンが呼び起こされてしまって、なんかもう途中から音ゲーいいから普通にムービー見てって気持ちになりました。画面をちょっと左にずらして空いた右側のスペースでフェンリコのかっこいいシーンを見ながら My boss will rise って流れればよかったのかな。そしたらフェンリコ見ちゃうか。私がボーナスを照らしてあげるね。ラハイロイブロックパズルゲームです。20分ほどでガチャ2回。これめっちゃおもろくない？笑っちゃったんだけど、あらゆる方向からテトリスできるだけでこんなにゲーム性変わるんですね。ちなみにこれ実はエンドレスモードがあって、ここにあるゲーセンの右奥からプレイできます。エンドレスモードを隠し要素にするときとそうじゃないときの差が謎。今回食材受け止めゲーも音ゲーもこのテトリスゲーもいかにも学園のゲーセンエリアでプレイしてるようなデザイン性ですし、あとエイメス事件で傷ついたヒョウちゃんとか周囲の機体から解放されたシグリカが羽休めするためにミニゲームをやるっていう感じなんで、なんか本来だったら生成集める目的でしかミニゲームやっていなかったところ、ストーリーの文脈と整合する形で自然と楽しめたっていう感覚があって、なんかだからなのかミニゲームのプレイ体験がすごい良かったです。エイメスショックパッチと周年パッチの間にピタリとハマるいいコンテンツだったと思っています。記憶の中の赤き影キャラクターショーケース系イベントです。星々の日はペローペローと鳴く怪物が少女をスーツケースの中に引きずり込む物語よ。前回の動画と被るのでサクッといきますが、念願のキャラクエだったので良かったです。各キャラ最後まで進めると専用の1枚絵まで用意されているのは豪華。中でもペロペロ抜きにしてもルシラのクエの構成が好きでした。海外サイトだと長席任務中にこの個別クエをやらせることへの不満もちらほら。今回は個別クエの中取り的な位置づけで特例的に埋め込まれてるだけなんじゃないかなと想像するんですが、なんかそれよりも私はエピソード間で前提条件になってくる謎の採取とか料理の方がやや煩わしく感じました。ただむずいよな。あんまりエピソード感を一気通貫でできすぎちゃっても、なんかエピソード内の時間経過に対してゲームプレイ時間が早すぎて駆け足感を覚えちゃうだろうし、なんかの料理を作って食うっていうのもひょうちゃんの学園生活の体験を再現しているとも言えるしな。必要悪なのかもなぁとも思ってます。所要時間に対して報酬は美味しくありませんが、各キャラの学園生活が垣間見えるいいイベントなのでぜひ。終焉マトリックス神コンテンツきたー。本パッチの最推しです。まずどんなコンテンツなのかというと、戦闘系の新エンドコンテンツで、一言で言うと総力戦ボスラッシュ。自分の手持ちの全キャラ使ってパーティー編成して、1パーティーにつき2分使って無限にやってくるボスを倒しまくるスコアアタックのコンテンツです。キャラさえ持っていればそのキャラを成長させていなくてもある程度の強さまで成長しているお試しキャラを使うことができます。なので必ずしも全キャラ成長させる必要はない。あと調理とかインリンとか一部の限定キャラについては火力の底上げがなされています。報酬の生成を取り切れるラインとしてはざっくり言うと4パーティーで各5000ポイント取ることで、5000ポイントがどんだけきついのかというと、音外厳選もバトルコンテンツもサボり散らかしていた私がちょっとだけ音外厳選してそこそこキャラの回し方を覚えて何回か挑戦してなんとか5000ポイント獲得できたっていう難易度です。難易度設定は絶妙ですね。ただ生成以外の全報酬を取ろうとすると総スコア58000点必要でかなり厳しい。ちなみに現状の私のスコアは途中経過ですがこれです。あと20キャラ残ってるので5パーティー組めるんですが、それでも58000点はまだ無理ですね。ただこのコンテンツは秋季開催で、今の秋季はバージョン 3.4 まで継続とのこと。なので今後キャラが実装し迎えるにつれて組めるパーティー数も増えていくので、自然と58000点取る難易度が少しずつ緩和されていく作りになっています。このデザインもうまいなと思いました。で、このコンテンツ、既存のホロタク、逆境神道や廃墟と比べても神だと思う要素が2つあって、1つは迎えたキャラが理論上一生無駄にならない点。等とかだと現状4パーティーを超えるキャラは星の獲得に寄与しなくなってしまいますが、終焉マトリックスはいるキャラ分全部パーティー組めるので一生スコアの積み重ねに貢献してくれます。推しキャラがいて推しを使いたい。でもバージョンが進むにつれてインフレの波が押し寄せてきて、スコアを積むという目的に立った時の最適解としてはどうしても推しを除外せざるを得なくなる。なんていうジレンマが絶対に発生しないので、推しを使い続けることを仕組み上からも後押ししてくれるいいシステムだなと感じました。で、もう一つの好きな点は全キャラの使い方を学ぶモチベになる点です。この終焉マトリックスやるまで私多分演武とかモルトフィーのスキル回し一生理解しないまま生涯を終えるんだろうなと思ってたんですが、全キャラ使える。しかも成長素材使わなくてもいい。しかも目標スコアが結構厳しいってなってくるとさすがに話変わってくるなと。近いうち演武の美しい回しをお披露目できればと思います。私正直今まで音外厳選があんま好きじゃなくて、厳選してキャラを成長させるっていうのはあくまで手段であって、その先の何かのコンテンツクリアが目標にないとやる気起きんな。廃墟の SSS とか等のタイムアタックとかがその目標になるのかもしんないけど、でもそのキャラも 1,2 年したら相対的に火力弱体化してお役御免になっちゃうからなーっていう考えがずっと手を鈍らせてたんですが、手塩にかけて厳選したキャラが一生終
10円マトリックスのスコア加算に貢献してくれるっていうことなのであれば、少なくとも今後の分についてはもうちょっと頑張るかって気持ちになりました。あと復刻キャラ引きてー、マジ神コンテンツですね。皆さんもぜひ一回触ってみてください。ちなみに今スコアどんぐらいでしょうか。コツなどを含めてコメントで教えてください。荒野を行く騎士たち戦闘系チャレンジイベントガチャ3回。まあゲーム内コンテンツ以上。続いてゲーム外コンテンツ、名調公式 YouTube、 今回も色々公開されてます。私のおすすめは3つ。1つ目、シグリカセンクラジオ、3人でダンスしてるところが可愛い。2つ目、エイプリルフールのドッキリ大作戦、やっべえシュールです。名調の真骨頂、ぜひご視聴ください。3つ目、ユーオンク第1回、さっきご紹介したレインボーパチパチキャンディーの裏話を聞いたのもここです。声優さんの声も進行も強すぎる。あとこのクッション欲しい。名調公式 X、 いつも通りいろんな画像が公開されています。私が好きだったのはこれ。3、2、1、チーズ。ずっと友達でいいよね。黒毛の悪いとこが出てますね。組織長はともかく、ダーニャはシグリカにとっての何なんですかね。どういう経緯があってかばおうとしてるんだろう。この2つの絵もめっちゃ好きですね。なんだかんだ各陣営全員集まってるとこまだゲーム中だとなかったよね。どんな話をしてるのか想像が膨らみます。ファンアートコンテスト、4月20日まで応募受付中。一方でピクシブの方が主催する名調イラストコンテストは受賞作品が揃ってます。最優秀作品めっちゃいい。アブの際どい装飾草でした。女ひょうちゃんかわいい。賞金30万円、黒毛太っ腹。おめでとうございます。名調バトルラッシュ第17回が4月16日まで受付中です。オンラインイベント以上。オフラインイベントは今区間はなし。しかし2周年イベントが発表されましたね。5月30日から31日の2日間、幕張メッセよっ、すげえ。1周年のベルサール秋葉原から大出世ですね。どこのホール使うのかわかんないけど、単独でそんなに人集められるんじゃ、そりゃ東京ゲームショウなんて出店せよなって笑っちゃいました。日本リージョンでちゃんとこういうでかいオフラインイベント開催してくれるの本当にありがたい。当たり前のことじゃないんで感謝の気持ちでいっぱいです。廃課金者のおかげですね。ありがとうございます。行きます。そんなところかな。あともう一個完全にプライベートな話なんですが、ちょっと嬉しかったんで共有すると、最近今更気づいたんですが、私の感想動画が中国語訳されて中国のビリビリ動画に転載されてたんですよね。ものによっては10万回近く回ってて、俺の動画より再生されてんじゃねえかって悲しい気持ちになったんですけど、ぼかしますけどそこはもう全然問題なくて、国境をまたいで同じ人同士同じコンテンツを味わえるっていうのは本当に幸せなことですね。あっちのコメント欄も全部ありがたく拝見しました。なんか人によっては私がスタレでオンパロス完結した後4時間視聴者に質問攻めしてた配信まで見てて、あいつオンパロス何も分かってない感じだったけどエイミスは没入できてる感じだったよって言ってて、お前何様やねんって思う前に、よく異国の人の配信まで興味持って見てくださったなって本当に嬉しさが先に来ました。中国語訳を載せてくださった方ありがとうございます。せっかくなので機械翻訳ですが挨拶いたします。感謝你对我的感動一起完成做吧。以上です。今回のバージョンは AMS パッチと周年パッチに挟まれた一見地味なパッチでしたが、ストーリー面ではキャラゲーとしての魅力が一層増したのと、バトル面では高品質のエンドコンテンツが実装されたのもあり、名調にあればいいのにと感じていたピースが完全にハマった感覚でいて、個人的にはめちゃくちゃ神パッチでした。あと私が名調始めて1年経ちました。1年レビューは別途やるんですが、一言だけ言うと今が間違いなく一番信者ですね。心の底からゲームを押せるのは幸せなことです。ちょうど1年前の私は1周年の公式からの配布がコミュニティの予想よりも下回ったことを受けて謎に炎上していて、なんでこんなんで炎上するんだ、ガチャゲー界隈怖って思った記憶があったんですが、2周年はどうなってしまうんでしょうか。個人的には配布量はほんとどうでもよくて、面白いコンテンツ浴びさせてくれんだったら無限に課金するから今後も頼むぞーって感じです。美課金税としてすっかり認知されてますが、2周年は課金するでー。皆さんのバージョン 3.2 の推しコンテンツや感想、バージョン 3.3 の意気込みなどをぜひコメントください。最後にプチキャンペーン、前回の動画で好評だったので今回もやります。早めにいいコメント残してくれた方5名様に生成300個差し上げます。詳細は画面参照。黒毛に感謝しつつご活用ください。今後も名調しゃぶり尽くしていくのでぜひチャンネル登録お願いします。お次なし。